ささらです。鈴木つづみです。トラベルルールに関して知っておいた方がいい情報や、勘違いしやすい点について紹介します。この動画を見ると、トラベルルールに関して事前に知っておくことで、無用の失敗を避けることができる情報を知ることができます。国内の各仮想通貨取引所が、トラベルルール導入に伴う対応についてのお知らせを発表していますが、その中で気になる部分を紹介します。一つ目は GMO コインの対応を、二つ目は同じ情報通知システム間の送付、三つ目は通知対象国と通知対象国以外。このような構成で話を進めていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。GMO コインの対応を、注意点の一つ目として、GMO コインが発表している、トラベルルール対応についてのお知らせの中に気になる内容があるので詳しく見ていきます。預け入れ時の注意事項という項目に、当社による送付元情報の確認結果によっては、暗号資産の口座への反映をお断りする場合がございます。また、暗号資産の性質上、反映をお断りした場合でも、暗号資産の返送はできかねますので、あらかじめご了承ください。と記載されています。要約すると、GMO コインの判断次第では、GMO コインに送付した暗号資産は失われてしまう可能性があり、送付元に返送もされないということです。もちろん、問題のない送付であればきちんと口座に反映されると思いますが、かなりインパクトの強い記載内容なので紹介しました。では、どのような場合に暗号資産の預け入れが、口座に反映されないのでしょうか。GMO コインが発表している、トラベルルールについてよくあるご質問の中に暗号資産の預け入れが口座に反映されないケースについての記載があるので詳しく見ていきます。暗号資産の預け入れが口座に反映されないケースとして、以下のような場合が挙げられています。1、送付元に心当たりがないなど、誤って暗号資産が送付された場合。2、送付元の暗号資産交換業者から通知された通知事項の内容と、当社にご登録されているお客様情報が異なる場合で、当社から送付元の暗号資産交換業者に対して、照合結果を通知しているにもかかわらず、当社に暗号資産が送付された場合。3、送付元のアドレスが日本を含む諸外国の規制当局から、違法なサービスや違法薬物の取引等に関連するアドレス、または経済制裁対象に指定された人物や関連が疑われるアドレス、として指定されている場合。4、送付元のアドレスにおいて、違法なサービス等であることが疑われるアドレスと、暗号資産の送付や受け取りが確認された場合。5、その他、ご登録いただいた送付元に関する情報等を総合的に勘案して、暗号資産の口座への反映が不適当であると当社が判断した場合。1に関しては、送付元に心当たりがないかどうか、誤って送付された暗号資産かどうかの確認は、どのように行われるのかについては、少し気になるところではありますが、内容は妥当であり、暗号資産を送付された側にとっては損失はないものと思われます。この場合、暗号資産を誤って送付した側に、その暗号資産が返送されるのかどうかは、記載がないのでわかりません。2に関しては、暗号資産を送付した人のミスというより、送付元の取引所のミス、または過失のように思えるので、2のパターンにより送付した暗号資産が口座に反映されないのは、少しどうなのかなと思うところがあります。3に関しては、送付元のアドレスそのものに違法性がある場合であり、4に関しては、送付元のアドレスが違法性のあるアドレスと関係がある場合なので、ほとんどの人にとっては問題ないと思われます。5に関しては、平たく言えば GMO コインのさじ加減一つ、ということだと思われるので、ユーザーとしてはどうすることもできません。1から5までの内容を見ていくと、特に2のパターンを注意すべきだと思います。送付元の暗号資産業者と GMO コインとで、登録内容が違うと暗号資産を送付できない、ということだと思われるので、
両者に登録している内容を一致させておくことで、問題を回避できるのではないかと思われます。しかし、暗号資産は本人から本人へ送付するだけではなく、本人以外から本人へ送付される場合もあるので、送付元の暗号資産業者と GMO コイントで、登録内容が違う場合もあり、その場合はどうなるのかという疑問があります。以上、GMO コインの対応における注意点を紹介しました。なんだか暗号資産を送付するのが怖くなってきたな。これはおそらく GMO コインだけがこのような対応なのではなく、他の取引所も同じような対応なんだろうね。そうだね。GMO コインは詳しい内容を発表して、他の取引所はここまで詳しい内容を発表していないだけかもしれないね。まあ、ほとんどの場合、問題は起こらないと思うけどやっぱり怖いよ。トラベルルールによる情報通知システムの導入は始まったばかりだから、今後は送付に関する危険性が少なくなっていくといいよね。同じ情報通知システム間の送付、注意点の2つ目として、情報通知システムトラストを採用している、ビットフライヤーとコインチェック間の暗号資産の送付について詳しく見ていきます。ビットフライヤーから送られてきたメールの中に、次のような記載があります。ただし、2023年5月30日時点では、コインチェックと当社間では BTC のみお預け入れ、誤送付が可能。コインチェック側での開発後に、イーサ、ERC20 のトークン暗号資産のお預け入れ、誤送付が可能になる見込み。ビットフライヤーとコインチェックは、同じ情報通知システムのトラストを採用しているので、この両者間ではどの暗号資産でも送付できるのではないか、と思ってしまいそうになりますが、2023年5月30日時点では、BTC のみの預け入れと送付しかできないということなので、注意が必要となります。ちょうどこの動画を制作している時に、コインチェックから以下のメールが届きました。本対応により、2023年5月31日以降、トラストを導入している暗号資産交換業者へも、イーサの送金、受け取りが可能となりました。とメールに記載されており、ビットフライヤーとコインチェック間では、BTC とイーサの預け入れと送付ができるようになりました。しかし、まだ ERC20 のトークン暗号資産の預け入れと送付は、できないと思われるので注意が必要です。また、トラストに対応している暗号資産として、BTC、イーサ、ERC20 のトークン暗号資産が挙げられており、これら以外の暗号資産は、トラストに対応していない可能性があります。トラストに対応していない暗号資産は、トラストを導入している取引所であったとしても、その取引所への送付はできないので注意が必要です。このように同じ情報通知システムを採用している取引所間であっても、すべての暗号資産を送付できるというわけではないようです。以上、同じ情報通知システム間の送付における注意点を紹介しました。同じ情報通知システムを採用していても、送付できる暗号資産と送付できない暗号資産があるのか。ややこしいな。本当、ややこしいよね。私たちが視聴者の皆さんにわかりやすく情報をお届けして、少しでもお役に立てたら嬉しいよね。そうだね。頑張っていこう。通知対象国と通知対象国以外、注意点の3つ目として、通知対象国と通知対象国以外について、暗号資産の送付に関する情報を詳しく見ていきます。暗号資産を送付できるのは通知対象国以外と、通知対象国で同じ情報通知システムを採用している場合です。通知対象国であっても、異なる情報通知システムを採用している場合は送金できません。通知対象国は以下の21の国、地域です。日本、アメリカ合衆国、アルバニア、イスラエル、カナダ、ケイマン諸島、シブラルタル、シンガポール、スイス、セルビア、大韓民国、ドイツ、バハマ、バミューダ諸島、フィリピン、ベネズエラ、香港、マレーシア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク。ここは少し頭の整理が必要なところではないかと思われます。そもそもトラベルルールというのは、情報を通知し合うことにより不正送金を防止するためのもの。
という認識があるので、通知対象国へは送金できて、通知対象国以外へは送金できないのではないかと思ってしまいそうになりますが、そうではないところにややこしさがあると思います。実際には、通知対象国同士で枠組みを作り情報を通知し合い、その中で情報通知システムの違いにより、暗号資産を送付できる場合とできない場合があり、通知対象国以外への暗号資産の送付は、今まで通り何の規制もなくできる、ということだと思われます。このあたりの情報をわかりやすくまとめた表を、ビットフライヤーが作成してくれているので、こちらで紹介します。まとめると以下のようになります。通知対象国でトラスト対応取引所へは、トラスト対応暗号資産の預け入れ、送付が可能。通知対象国でトラスト非対応取引所へは、預け入れ、送付不可。通知対象国以外へは、すべての暗号資産の預け入れ、送付が可能。プライベートウォレットへは、すべての暗号資産の預け入れ、送付が可能。これはビットフライヤーが作成した表なので、情報通知システムがトラストとなっていますが、トラストの部分をシグナに置き換えてもいいと思います。以上、通知対象国と通知対象国以外における注意点を紹介しました。なんだか通知対象国というネーミングの影響で、誤解が生まれやすい気がするよ。確かに、通知対象国だから情報を通知し合って、暗号資産の送付ができるのかと思いきや、送付できる場合とできない場合があるんだもんね。そうなんだよ。それに、通知対象国以外へは暗号資産を送付できないんじゃないかって思ってしまうけど、これはその真逆で送付できるんだよね。わからなくなったら、ビットフライヤーが作成したこの表を見たらいいよね。この動画を見返しに来るためにも、チャンネル登録をよろしくお願いします。ささらちゃん、ちゃっかり者だね。まとめ、いかがだったでしょうか。トラベルルールに関する情報は、その都度更新されていくと思われますので、大切な資産を失わないためにも、情報を追っていくことが大切だと思います。この記事の内容は極力正確なものになるように努めていますが、ご自身により広く情報を集められることをお勧めいたします。ブログとツイッターの URL は、説明欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。